はい、法学の法学片山です。今日はですね、初の企業潜入ということでですね、コインチェック株式会社さんに、潜入しております。はい、この度はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずお二人の自己紹介からしていただいてもよろしいですか。はい、じゃあ、私の方から、コインチェックの社長室の、ウェルビーインググループで働いている浜田です。本日よろしくお願いします。お願いします。同じく、社長室、ウェルビーインググループで、グループリーダーを務めています、奥野美山と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしてコインチェックさんにこうやって企業潜入させていただいたかというと、私と浜田さんが3年ぐらい前ですかね。そうですね。はい。なんかで知り合ってなんかズームでね、そうちょっとお話しして、同い年かな。そうでしたよね。同い年なんです。なんで、真面目な話半分、単純に世代トークみたいな半分して、みたいな感じで。はい。で、その頃は浜田さんはコインチェックさんにはまだいらっしゃらなかったんですけど、でこの度入社されて、それでうちの YouTube に出たいって言ってくださったんですよ、浜田さんが。ちょっと出たいは言い過ぎたんですけどね。ぜひぜひ。はい、ぜひってことで言ってくださって、でそれで実現したっていう、この法学の法学初の感じでやっております。奥野さんは実は初めましてだったんですけども、先にちょっとじゃあ浜田さんのちょっと伺ってから奥野さんに伺ってもよろしいですか。社長室のその D&I を推進する事業部で働かれているということなんですけども、そのコインチェックさんがあんまりそういうイメージがなかったんですけれども、どうしてそのコインチェックさんに入って今みたいなことをされると思ったか、何かバックグラウンドとかきっかけとかもしありましたら、浜田さん、奥野さんの順に聞かせていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。そもそも最初は私はコインチェックに入社して、今の業務とは違って研修担当、1人目の研修担当としてコインチェックには入社しました。個人のやりたい方向性っていうところで、自分が例えば海外に住んでた経験があったりとか、一番最初バーテンやってて、別に特別国籍がとか性別がとかではなくて、いろんな人とお話しする機会があるので、そんな個人のバックグラウンドの中でいわゆる DEI の推進とか、社会の中の多様性って大事だよねみたいなことは本当に個人的にすごい思うところがあったので、それを仕事の中でもやっていきたいなっていうところで、コインチェックでのこの DEI 推進をやらせていただくっていう運びになっております。はい、私は実はですね、もうすぐコインチェックに入って丸6年になるんですけれども、私も現在の仕事に就く前ですね、もともと最初は1人目の人事の労務の担当としてコインチェックに入社をして、ずっとその労務管理の、グループリーダーを務めていたんですが、その一方で従業員の心の部分に寄り添う仕事というのがやっぱり労務ってどうしても多いんですよね。で私自身が20代の頃にちょっとメンタルダウンを経験したこともあって、もともとそのコインチェックに入社した時に従業員の心を守ろうという意識がすごく強くありました。労務という仕事と並行して従業員の心の健康、体の健康を守ろうというところで、ウェルビーイングというワードに行き着いて、で結局その、ウェルビーイングという、よくある状態を保つために組織がどうあればいいかというところで、単に病気とか病気じゃないとかっていうことじゃなくて、いろんな価値観をみんなが受容するとか、そういうことで心理的安全性を保つことが重要なんじゃないかというところで、今のその D&I というところに行き着いてます。お二人にお伺いしたいんですけど、もともとその D&I の推進部っていうものが社長室の中にあったんですか。ないです。私が役員に作りたいと提案をして、もともとはウェルビーイング室というものなんですが、そういう箱を作ってもらいました。そうだったんですね。会社の方で何か例えば反対とかそういうものってあったりしましたか。実は挑戦は2度していて、1度目は、きちんともう少し必要性とやりたいこと、成し遂げること、ミッションですねをもう少しきちんと考えなさいというふうに課題を与えられたので、そうですね、2ヶ月後ぐらいに役員数人に集まってもらってですね、20分ほどプレゼンを
実施しました。で、浜田さんが入社というか、後に加わったっていうことですね。そう、ほぼ同時かな。はい、ですか。私が入ってから、輸出が正式には輸出化されて、でもそこで研修よりも DI 推進やりたいと。具体的にお仕事内容としては、今どういう主体、その業務の内容になってくるんですか？そもそも、我々のそのウェルビーインググループっていうのは、ちょっとここまで、DI だけにちょっと寄ってしまったんですけど、健康経営の推進と、DI の推進、この2つが、両軸としてミッションとしてありますと。で、DI に関しては、社内で研修を行ったりとか、そういったことを踏まえたテストを行ったりとか、そもそもDI のポリシーを策定して、社内外に公表したりとか、そういった動きを行ってます。健康経営とか健康経営推進に関しては、じゃあ僕のさんからどうぞ。はい、法定で定められている健康診断であったりとか、ストレスチェックだったりとかってことを実施することだけではなくって、例えばストレスチェックであれば集団分析という物質ごとの分析ができるので、数値を見て私なりにそこにいるメンバーとか組織の背景みたいなものを考え合わせて、今この組織この数値でどういう状態であるかで、どこが悪くてどこがいいかで、悪いところを直すためにはそのネクストアクションとしてこういう行動をすればいいんじゃないかみたいなフィードバックを物質長に行ったりとか、そういう行動をしていたり、重視してきたのは従業員のモチベーションの向上というところをすごく大切にしていて、で、ワークショップをですね、自主企画して行っています。なので、今だとちょうどセルフコンパッションという形で自己肯定感を高める、訓練という形でワークショップをしてあげたりします。ワークショップちょっとやってみたいですね。そうですね。大変嬉しいことに満足度は高いので、他の会社さんも具体的にそのウェルビーイングとか DI とかどう推進していけばいいのか分かんないっていう会社さんってたくさんあると思うんですよ。そうやってワークショップとか社員の方がただ享受するだけではなくて一緒に考えるって場があるってすごくいいなって思いました。ありがとうございます。すいません。さっきの浜田さんのお話ですけども、その社内のそのポリシーを発信するっていう話もあったと思うんですけども、ウェルビーイングとかその DI とかの概念って去年のものが全く古いものになっているのが結構あると思うので、常日頃アップデートをしていく必要があるのかなっていうふうに思ったんですけど、そういうのって浜田さんや奥田さんご自身でアンテナを張ったりとかして、それでちょっとここは変えた方がいいっていうことにするんですか？そうですね。おっしゃるようにマクロで見て社会的に今どういう解釈されてるよねみたいなのも一つの情報としてもちろんあります。だからそれにアラインしてポリシーを作るっていう考えアプローチもあると思っていて、一方でこれもおっしゃっていただいたように社会の中でもいろんな考え方あるし、逆に我々も普通に企業で働いてるんで、各企業においてそれぞれの多様性の解釈っていうのがあると思っていてっていうアプローチもある中で、社会ではこうだよね、他方でコインチェックとしては DI をこういうふうに捉えてるっていうのを社内で整理して、で言語化して、でもちろん役員も見てもらって、で発信したのが今、我々が出している DI のポリシーになってます。ただ情報を発信するだけじゃなくて自分たちの中で消化して出せるってすごく大事なプロセスですよね。こういうコインチェックさんみたいな新興企業、そのベンチャー、スタートアップって呼ばれるようなそういう会社さんにウェルビーイング、DI の推奨するこの部署がそもそもあるっていう会社が結構珍しいのかなと思うんですけども、これを聞いた時にすごく私は勝手にコインチェックさんってすごい風通しのいい会社なんだなって思ったんですけど、会社の社風的にはどういった感じなんですか？風通しはいいですよね。基本的に当初から設立当初からオープンな社風というのは謳われていますし、例えば社内のコミュニケーションはスラックで行っていますけれども、基本的に、パブリックのチャンネルで進捗なり報告とかっていうのを行うとか、 DM だったりプライベートチャンネルは本当に限られて見れない情報
を扱う時だけに使うとかっていう形で、情報についてはオープンさっていうのを保っています。みんなが何やってるかっていうのはなんとなく分かる。そうですね、見えやすいと思います。私たちも会社8人しかいないので、8人の状況ってなんとなくスラックで分かるんですよ。今何やってるのかなみたいなの分かるんですけど、その270人くらいの人たちがこうオープンにするって、なんか一人一人やっぱり自分の情報を見られるんだみたいな、なんかそういうのってやっぱあると思うので、それに慣れてない人は最初はちょっとわ大変だなって思うかもしれないですけど、なんかその社風としてあったらこう自然にこうだんだん慣れていくスピードのなんか速さな気がします。彼女はだいぶ何年も当社で働いてるんであれなんですけど、私はまだ1年半ぐらいなので、まだその当時のことは覚えていて、カルチャーショックまではいかないですけど、そんな感じなんだとは思いましたし、いろいろこう会議もオンラインとオフラインハイブリッドで行われてたりとか、今までの会社ではないような業務の進め方とか働き方があったので、それは別になんか抵抗はなかったですけど、慣れるのには多少は時間かかった。結局こっちに慣れてしまったら、もうこれが当たり前になったので、私の友人とかでもクローズドなコミュニケーションが多い会社の話を聞くと、なんかちょっともうそっちには戻れないなじゃないですけど、そういう気持ちにはなりますね。浜田さん的にはもうそっちの方がニーズがあって水が合ってましたね。なんですね。小野さんはいかがですか。6年っていうすごい長い期間いらっしゃいますけれども、基盤を作ってこられた方のうちの一人だとも思うんですよ。はい。初期の頃から結構そういう風潮ってあったんですか。そうですね。カルチャーに関してはそんなに大きくこの6年で変化しているとはあまり感じていなくて、この6年の間に親会社というものが出来上がったりとかっていう大きな変化もあるんですけれども、そういうことがあっても、コインチェックはコインチェックらしいですね、こう空気感を持ったまま進んでいるし、壊さず大切にしていこうという意思があるかなというふうに思います。なるほど。じゃあなんかもともとそういう土壌の方がこう集まって自然とできたカルチャーとも言えるんですかね。そうですね。あとはもともとその創業社長の和田がオープンでのコミュニケーションを心がけようという強い意志を持っているので、結構スラックのチャンネルに定期的にそういう和田の言葉がですね配信がされたりして、全社員がそれを目にするっていう機会もあります。そうなんですね。すごいそれは社長から直接そういう言葉が届くってなんか刺激です。はい、定期的にもう染み込ませられるっていう。コインチェックさんの独自の制度とかもしあればご紹介いただきたいなと思うんですけど、浜田さんに教えていただいたのはなんか短時間正社員制度。はい。多様性のところの話につながるんですけども、短時間正社員制度があります。で、どういうものかっていうと、フルタイムではなくて、1日例えば6時間だったり、週に3日とかであっても、パートタイムではなくて、正社員として雇用をするという制度になっています。やはり現状日本だと、例えば育児であったり、介護だったり、ご自身の体調であったりとか、いろいろな理由でフルタイムで働けない方っていうのがいらっしゃると。で、そういう方がパートタイムで就業を余儀なくされていて、でパートタイムってじゃあどういうその背景があるかっていうと、例えば契約期間が決まっているとか、安定的な賃金が得られないとか、どうしても制度面で正社員と思ってしまうとかっていう不安定な側面があるので、そういう不安定さというのを取り除いて、フルタイムで働けなくても安心を保って勤務ができるということを目指して作った制度になります。ベンチャースタートアップってなんか長く働いたら働いた分だけなんか成果が出るみたいな、なんかそういう根性論的なね。根性論みたいなそういう風潮ちょっとあるじゃないですか。根性論についていけない人は排除してしまうみたいな。そういう中でそういう人たちも取りこぼさずに、どんな人もなるべく多くの人が働けるようなそういう環境を作られているということですよね。
そうですね、そういう人も受け入れる姿勢というのを見せることも企業としては必要かなと思ってます。私自身の話になってしまうんですけど、200人規模とかの会社で実は働いたことがなくてですね、それぐらい大きい会社になってくると、できることもすごくあるけど、できないこともたくさん出てきてくるみたいな、そういうところを結構見てきたので、なんかそこをこうなんか打開されてるような印象がなんかすごくあって、素晴らしいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。